足らずです。今日はね、ヨッピーのカーライフシリーズ、いよいよ GTO のね、アイドリングどうなるのか。まあね、前回はね、チェックランプついて終わったんです。でね、今ね、車屋さんに来てね、診断かけてもらってます。まあチェックランプついたから、どうにか治るかなって、まあ原因がね、分かればね、いいかなと思ってね、来ました。でもね、意外や意外の結果だったんだよね。そう、エアフロって出たんだよ。エアフロと思って。でね、車屋さん聞いたらね、やっぱね、開いちゃダメだよって言われた。視聴者さんもね、言ってたんだよね。開いちゃダメだよってね。その通りでした。でもってね、中古のエアフロ購入したんです。で、早速装着したんですがね、そう、結果変わらなかった。アイドリング治りませんでした。そう、何が何だか分からなくても ECU もね、見ます。まあ、エアフロの診断出たのは俺がただ単に壊しただけだね。それで、まあ、ね、それで診断のね、チェックランプついたから、もう分からなくてね、なんで ECU のね、液漏れとかないかそれをね、見ようと思って。で、まあ、まじまじとね、コンデンサー見たんだけどね、まあ違うもんだね、やっぱり。ECU じゃないです。確実にそう。まあ、なんだよと思ってさ、まあそうなんだけどね、期待はしてませんでしたよ。そう、もう途方に暮れてエンジンずっとかけっぱにしてたらね、アイドリング安定した時があったんだよね。でね、見つけた。やっと見つけました。本当に1年近くこの状態でしたからね。まあ変えればよかったんだけど、もうお気づきの方もいると思いますよ。このコネクタをね、外したら安定したんです。そう。ちょっとその模様ね、見てください。こいつ。この黒いやつ。こいつ。これ、こいつ。これ。挟んでるやつ。これに、これを入れると、どっちよだよな。でコネクタ取ると、コネクタ抜くよ、これ実はさ、これスポッて抜けんだよね。O2 センサーっていうことで、 O2 センサー、それのコネクタ抜くとこの黒いの、これ忘れないんだ。微妙に見えない。これのコネクタ、原因は O2 センサーでした。いろいろ変えましたがタクだから調子いいです。めっちゃ調子いい。いろんなところがマジで調子いい。グラフィック変えるか。あとは色系だな。そう、原因はね O2 センサーでした。なんてことないパーツだったんだけどね、まあいろいろね、その経緯に至るまでの話をね、最後にします。ってことでね、ちょっと先に進みましょう。水回り関係のね、洗浄、そしてクーラントの交換やっていきます。今ね、洗浄剤入れて30分ぐらいアイドリングしてね、で、クーラントを抜いて、中を洗っていきます。水何回か入れてね、エンジン回してっていうのをね、何回か繰り返しました。
まあ結構汚れてましたね。結構汚れてた。でね、新しいクーラント入れていきましょう。GT はね、8リッターぐらい入ります。いやー、でもね、本当にアイドリング安定してよかったな。意外とわからんもんだな。まあ、わからなかったっていうのがね、あって、要はこれ、車検出した時に、フロントパイプ車外入ってるんですけど、フロントパイプをちょっと加工されてきたんです。まあ、車屋さんでやったんでしょうね。で、その時に O2 センサーを取り出し口がないのかあるのかっていう話で、O2 センサーをつけるために、ちょっとね、なんかそれを加工して、フロントパイプを加工して O2 センサーをつけたんですよね。なのでね、その O2 センサーじゃないだろうってことでね、それを見逃してたんです。見逃してたっていうか、そこはないだろうって思ってたんだけどね。そうそう。それよりね、モリブデン信者の僕たちは、クーラントも入れてね、で、モリブデン、丸山モリブデン入れていきます。エンジンオイルはもちろん、パワーステフィールドにも入れます。これにやっぱり入れるとね、すぐ効果は現れないんですけど、乗っていくうちにやっぱりね、だんだん調子良くなってきます。本当に体感できるぐらいに調子良くなってきます、これ。本当ね、だから、これ入れた方がいい。本当に。この体感できるぐらいに鈍感な俺でもね、体感できるぐらいに調子良くなる。あとはね、AT も入れていきます。AT フィールドにもね、入れていきましょう。まあ、AT フィールドに入れるとき、ゲージのどっか入れるんですけど、ゴミとかね、絶対入らないように、ちょっとでも入っちゃうとね、AT 壊れちゃいますから、少しでも入らないようにね、注意しながら。でね、普通車の場合はまたこれ2本入れます。2本。また高いんだ、これ。2本で1万円とかするからね。高い。でもね、その価値は絶対にあります、これ。絶対に入れた方がいい。でね、ゲージを戻して。で、あとはね、完成だな。でね、いよいよ本当に治ったのって思う人もいるかもしれないけどさ、本当に治ったんです、アイドリング。見てみましょう。ってことでね、本当に長々戦ってきたアイドリング不安定との戦い、終止符が打たれました。打たれようとしてるかな。まあ原因が分かったって感じです。まあ実際 O2 センサーまだ交換しないんですけどね。O2 センサーのコネクター抜くと安定する。まあ確実にそこだろうなっていう風な感じですけどね。長かった。まあ多分ね、初期の段階でやる人はそこを変えるんでしょうけど、そのまま僕たちは車検出しちゃったんで、その時にね、その交通センサーの周り、車屋さんがちょっと変えてたんで、そこはねえだろうっていうふうに思ってたのが、まあ見事にそこでした。まあだからセオリー通りっちゃセオリー通りなんでしょうね、きっと。エアフロー疑って、あとはね、ISC バルブだとか、で、あとはね、その辺の O2 センサーだとか、あとね、水温センサーっていうのもあるらしいですよ。あそこもね、不具合出ると不安定になるらしいです。まあね、いつかはたどり着くだろうと思ってましたけど、長かったな。まあね、なかなか治らんくて、いろんなパーツをね、変えてったからね、本当に調子いい車になりました。本当に調子がいい。タペットのね、音もしてたんだけど、それもね、一切なくなって、本当にね、綺麗に回ってる。本当に調子いいな。結果ね、アイドリング不安定でね、いろいろ変えてってね、本当にエンジンも調子よくなったから、結果的に良かったんでしょう、きっとね。良かったんだと思います。で、なんとかこの車も先に進めるような気がしますね。次からね、今度はもう1年近くやってますけど、カスタムの段階に入っていきます。外回り、エンジン関係はね、この辺でもうこれって一つしかなかったけどね、問題はね、アイドリング不安定の問題しかありませんでしたけど、次はね、本当内装のカスタムだとか、
そっちの方にもね、入っていきます。あとね、外装もやっぱり塗装がやれてたり、クリアも剥がれてたりしてるんでね、色をかけたり、あとはね、ヨッコにテールを作ってもらってるんで、その辺のね、テールもちょっと楽しみなんですけどね、やっていきたいと思います。ということでね、本日はやっと治ったアイドリングの不安定、お待たせいたしました。えたく調子いい車になりました。ということでね、次からはカスタム入っていきます。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに